ですね、皆さん、文壇のイベントの文学一丁目一番地にいらっしゃってくださってありがとうございます。で、この文壇の文学一丁目一番地っていうのが、書籍をですね、もっといろんな形で楽しめればいいなと思って、今回、チームメンバーのしんやくん、じゅんじゅん、ひろくん、あと今日参加できなかったんですけど、ゆうまくんっていうメンバーと5人で活動させてもらっています。で、これで著者さんを招いて書籍の裏話だったりとか、そういうのをいろいろお伺いできたらいいなと思ってイベントをさせていただいてます。で、普段はですね、インスタを中心に発信活動してますので、もし私たちまだ初めて見ましたって方がいましたら、これを機にちょっと見ていっていただけたらなと思っています。で、今回はですね、こちらの鎌倉駅徒歩8分空室ありを書いてくださった越智月子先生をお迎えして、書籍の深掘りだったりとか、先生の深掘りをしていきたいと思ってます。ではですね、じゃあ、もう画面オンにしてくださっているので、ここで越智月子先生をお呼びしたいと思います。先生、よろしいですか？では皆さん、越智先生いらっしゃいましたので、拍手でよろしくお願いします。越智先生、改めて今日はありがとうございます。どういたしまして。どういたします。よろしくお願いします。そうです。はい。ちなみに今回、越智先生のこの小説初めて読みましたっていう方、どのくらいいらっしゃいますか？リアクション、はいでもいいですし、手挙げてもらってもいいですし、このチャットでもリアクションマークでも、ありがとうございます。ありがとうございます。私もですね、初めてです。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。私、積んどくいっぱいあるんで、積んどくの中に入ってたんですけど、もうとにかくですね、この想定がまず可愛いじゃないですか。で、そこからきっといい本なんだろうなって思って、今回ね、読ませていただいて、本当に良かったので、この内容ですね、気になって、今回深掘りしたいなと思っております。ずっと気になってて、ありがとうございます。チャットに書いてくださってるのを読み上げたいと思います。ずっと気になってて、今日読了しました。とっても好みでした。ありがとうございます。それぞれ、想定。そう、想定がね、とにかく可愛いんですよ。はい。なので、この想定に至った経緯とか、今回のこの本のね、中身をちょっとお話聞きたいと思います。で、途中ですね、チャットでこういうこと聞いてほしいよみたいなのがあれば、ぜひコメントに、チャットのところに書いてもらったら、私拾いますので、その質問をですね、越智先生にぶつけたいと思います。なので、ぜひぜひですね、チャットの方に書いてもらえたらなと思います。電子書籍を購入して読みました。ありがとうございます。私も鎌倉に行きたくなりました。そうなんですよ。もう多分ね、読んだ方は皆さんカレーが食べたくなったのと、鎌倉に行きたくなったのではないでしょうか。ちなみにカレー食べたくなりましたっていう方、どのくらいいますか？カレー食べたく、そうですよね。はい。そのくらい、ちなみにまだ読んでない方ですね、ぜひここにレシピもたくさん、消えちゃってる。レシピもたくさん載ってますので、ぜひ、読んでもらえたらなと思います。じゃあ、実際に先生、今回ですね、早速お伺いしたいんですけど、この本を書いたきっかけって教えていただいてもよろしいですか？疑似家族みたいなものにずっと興味があって、前回の型をつけると、その前のサグラダ・ファミリア、なんか家族じゃないけれども、家族的なつながりに興味があった。で、そのシェアハウスっていうのはすごい興味があったんですけれども、なんかじゃあ場所が必要だなって思った時に、たまたま鎌倉に知り合いがいたっていうのと、その素敵な洋館に住んでいたっていうので、この場所だといいなっていうのが、きっかけといえばきっかけですね。もともとその共同なんか生活っていうのに興味があったんですか？共同生活というか、その共同生活を通して得られる疑似家族的なつながりに興味があった感じですかね。その興味があったきっかけとかっていうのはあるんですか？何か。
自分自身が末っ子っていうこともあって、はい。あと、なんかやっぱり結婚もしてないし、将来じゃあどうするのかなみたいな。だからまあ末っ子っていうこともあるので、最後一人家族の中で残るわけで、そこの先うん。に何があるのかなっていうところで、あともともとその肩書き的なものにあんまり興味がないので、家族じゃないお、関係というのが、はい。あの、なんかあっていいのかなという感じです。ええ、ご自身自体が、共同で過ごすっていう、その関係が、すごい興味があったっていうので、で、そこうん、から本を書こうっていうところに至ったわけじゃないですか。うん、はい。で、その登場人物とかってどうやって決めていったんですか？私の場合はなんかあんまり決めない感じで、なんとなくです。こなんとなくであのキャラ作れるん苦手ですか？で、まあだから本当はい。にカラとミキコがシェアハウスを始めて、じゃあ誰が入ってくるのかっていうのは、まあ本当にわからない自分も書いていてへえ。っていう感じでした。じゃあ、小説を書く、物語を今回書くってなった時に、登場人物から作ったわけではないんですか？だからなんか比較的テンションが低い、主人公がいて、そこかはい。ら、あのうーん、強引な親友がやってきてシェアハウスを作った時に、どういうふうに動いていくかっていう、そういう形の書き方をしています。だから多分編集者泣かせだと思うんですけれども、あんまりコンテを作れなくて、成り行きはい。です。いつも。で、もう、そのまま、どん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 頭の中で考えていって、どんどん登場人物が生まれて、で、そのまま書き進んでいったような感じなんですか？そうですね、なんか動いていくっていう、もうものすごいいい加減な。すごいですね。はい。今もう、チャットでもコンテより成り行きって書いてあるんですけど、そう、成り行きでできるってなかなかすごいんじゃないかなと思うんですけど、実際に今、一緒にこうやって今参加してるメンバーのヒロ君も小説ちょっとこれから書いていこうかなってしてて、ヒロ君はどうなの？今の話聞いてどう？なんか最近ちょっと書き始めてて、考えれば考えるほど勘ぐっちゃって書けなくなるんですよ。なんか自分も結構、見切り発車のところがあって、それが当たったりするっていう感じなんで、もう成り行き任せです、自分も。でもですよね。成り行きで成り行きで作れるっていうところってすごいなと思って、私は多分まず登場人物じゃあ何から書こうかなとかって結構いろいろ考えちゃうと思うんですよ。で、うん。大体の方がもしかしたら私寄りなんじゃないかなと思うので、それが実際にじゃあ、成り行きでちょっと悪い言い方すると、成り行きで、そのまま、本当に小説になって、そのまま本屋さんに並ぶまでに至ったっていうのが、すごいなと今すごく感じています。韓国ドラマが好きなんですけれども、韓国ドラあ、マが好そうなんきなんですか？もうよくなんかその韓国ドラマの表に、ケミストリーみたいな言葉が出てくる。あの、ほう。うん、誰かと誰かの女優さんと俳優さんが集まって、ケミストはい。リーが生まれたっていうような言い方をよく評論とかに出てくると思うんですけれども、なはい。んか本当に化学反応というか、誰かがどこかに、彼がシェアハウスを始めて、誰かがやってきて、で、その人がなんか化学反応が生まれるっていうのはもう成り行きでしかない感じがします。で、確かやっぱにり、はい。あの、それで物語が動いていく。不思議なもので本当にケミストリーっていうので物語は動く感じですよね。うん。よく登場人物が動くっていうんですけど、本当に動くんですよねっていう感じです。
それは頭の中でどんどん動いていくんですか？頭の中。うーん。頭の中よりもうちょっと体感的に動く感じですかしら。体感で動くんですか？あ、だから何かが起きて、何かの事件があった時に、勝手に喋ってくれる。へえ。ですね。で、何かをその事件があった後に、ああ、だからこの人はこうやってここに来たのねって自分で分かるというか、なんか物語はい。はできてるのかなと思います。自分あ、の中で知らないうちに。へえ。今回実際にいただいた、今回初めて読みましたって方で、メッセージいただいた方からも、心理描写とか、それぞれの登場人物の心の描写っていうのがすごい良かったっていうのがすごいメッセージいただいたんですよ。で、その先ありがとうご生自体ざいます。各キャラクターの中の心理描写、なんかちょっと自分にコンプレックスがあるとか、隠したいものがあるとかっていうことに対しての心理描写で気をつけたこととか、意識したことってありますか？えーっと、じゃあそのまま、あれですかね、登場人物が動いてえーきたのを文章にしたっていう感じですか？そうです。そうです。へえ。あーと、だからなんかこう、なんか、うまく言えないんですけど、本当に動く感じですね。そうとしか言えない感じなのと、すごい。その心理描写をするというよりも、できるだけ心理描写らしくなく、事象で表すようにはしているかなという感じです。情景とか、はい。あの、景色とか、その人が見える景色とか、そういうので考えてます。へえ。もう越智先生の話でチャットの質問が止まらないんですけど、いや、そうですよね。キャラクター、読んで泣きましたとか、それぞれのキャラクターが良かったではい。す。そう、そうちょっと待ってね。最初から結末が決まってないのですか？えっと、例えば本当に成り行き任せなので、はい。前の別の会社の小説になるんですけれども、型をつけるっていうのを前作書いたんですけれども、それなんかははい。自分でもどうなるか分かんないで、最初に結末を勝手に決めて、そこに向かうように話を進めていこうっていうようなのがあって、今回は、えっと、今続編を書いてるんですけれども、はい。工具で、今の、この徒歩8分空室ありの方も、プロローグで全体のテーマみたいなものを書いて、それに沿うように話が動けばいいなと思って書き始めえああ、そうなんですね。を込める感じ。なんか自分がもしかして書きたい方向性を決めて、それに、だから、覚えてない。なんだっけ。豆がいろいろあるよねみたいな話だとのはい。プロローグを書いてると思うんですけれども、そういうはい。それぞれの、ブレンドっていうブレンドがそのまま5人のメンバーのブレンドっていう感じになるといいなっていうところから書き始めてます。あ、なるほど。最後の終わりっていうよりかは、こうなったらそのブレンド、一人一人のその個性だったりうん、とか、そういうのがこうブレンドとして、こういう生活が慣れたらいいなって、こういうのがいいなっていうところがざっくりとした結末にあって、で、そこからこう、どんどん書いていくような感じなんです。そうですね。なるほど。うん、だから最だから後、今回で言うならば、ごめんなさい。はい。今回で言うならば、最後にみんな仲良くなれればいいなっていう、それだけで、
そのためには何が必要なんだろうと思ったら、カレーが必要かな、コーヒーが必要かな、それがきっかけになるかなって感じです。へえ。今おっしゃってた、みんなが最終的に仲良くなるっていうところって、一人一人性格も違うし、一人一人個性も違うし、なんなら今回って性の、ジェンダーの登場人物もいらっしゃったじゃないですか。そういうのの、いろんな個性があった時に、やっぱり最初の方のさとこちゃんと喧嘩したりとかもあって、やっぱりぶつかる時ってあると思うんですよね。はい。その時に、仲良くなるための秘訣っていうか、先生が考えるその人間関係のうまくいくコツみたいなのってありますか？あの、読んでいただいた方の感想を聞いていると、そのシェアハウスを始めたミキコがあんまり人気がないんですけれども、なんか強烈すぎるって言って、でもなんか、でも実はすごくいい子なんですね、ミキコは。うんうん。はい。で、まあそういう話で、結局のところ、なんだろう、なんかこう、仲良くなる秘訣っていうか、大雑把な性格の裏に隠れた優しさのとかを見つけるっていうのが何かなっていうと、例えばそれが食事だったり、コーヒーの飲み方だったり、コはい。ーヒーを飲んでる間にちょっと喋る言葉だったり、そういうことなのかなと思うので、やっぱり寝食を共にするっていうのは大切なのかなって思いますね。っていうのなんか、あの、小道はい。具としてやっぱりコーヒーであったり、カレーであったり、うん。でもそれは多分みんな、それぞれの章がその人の視点で語られてるので、なんか、まあ、他の人には通じないかもしれないんだけど、そのコーヒーというよりカレーを食べながら、こう思い出とクロスするっていう、そういう瞬間にその人たちのなんか表には出ないけど内面が分かるといいかなっていうふうにっていうのは思って書きました。へえ。もう今のチャットにでもですね、カレーも確かにいろんなもの混じり合いますねとか、とにかく今続編が気になりますってたくさん書いていただいているので、はい。ぜひ楽しみにしていただければと思うんですが、はい。そう、カレーとコーヒーが今回題材になったのって何か経緯はあるんですか？あのコーヒーはたまたま自分がハマっていたっていうのがあって、はい。ちょっとそのコーヒー、鎌倉を書く前ぐらいからコーヒーのハンドドリップを入れ始めたのがあったので、なんかはい。それで、コーヒーは入れたいなと。なんかやっぱりすごい豆をひいて入れるっていうのは素敵な時間だなっていうのは自分自身思っていたので、そういうふうにコーヒーははい。入れたいなって思って、で、カレーもなんか入れたいなという、なんか食べ物を入れたいなと思って、シェアハウスでまかないなら、まあ、カレーが一番こういいかな、なんかこの家庭の味が出るなっていうのがあったはい。のと、ここに隠れてる編集者が、いろいろ言ってくれて、あの、はい。そのカレーを出すんだったら、それぞれの章で、その前に、はい。鎌倉駅を書くときに、カラの視点で書くのかなって最初思ってたんだけど、それぞれのはい。視点で書いてみてください。ここに隠れてる編集者が言ってくれて、なんかそれが良かったなと思って、そしたらせっかくだから、その章ごとにカレーを変えましょうっていう話になって、そのカレーがちょっと思い出とつながるといいですねっていうお題はいただいてたんですね。で、へそれがお題え。書きやすかったね。です。ぜひなんで逆にそのお題になったのかっていう経緯を伺いたいんですけど、君宿さん出てきて。うん。出て。
担当編集の本田と申します。よろしくお願いします。やっぱりそれぞれにそのシェアハウスのオーナーのカラーからは見えないそれぞれの悩みとかがきっとみんなあると思ったので、なので全部カラーの視点でみきこが来た、さとこが来た、あゆみが来た、ちえこさんが来たっていうよりもそれぞれの人たちのどういう悩みを抱えてこのシェアハウスに来たのかっていうのを彼女たちの視点で、なので読者の私たちは全部知ってるけれども、もしかしたらカラーも知らないことがあるかもしれない。でも読んでる私には分かるっていうのが面白いんじゃないかなというふうに思います。それそれ。いや、素敵ですね。もうそれにまんまと私たちはもう心を奪われたような感じですけど。はい、実際、ヒロ君は実際読んでみてどうでしたか？いやーもう本当に今おっしゃっていたように、章が5つ、6つに分かれてるじゃないですか。まあ、最終章を除いて、それぞれの登場人物の視点で話されていくんですけども、最初の一章とかだと、ね、あの、最初はちょっと仲悪かったけれども、最終的にみんな、ね、最終章で、イェイってなるじゃないですか。えいってね。その過程を見ていくのがすごい楽しくて、なのでもうん。う、から一人の視点だけではわからないそれぞれの登場人物の心情とかが、なんか、うんその登場人物の視点で、その世界を見れるから、なんかわかりやすいっていうか、とりあえず自分語彙力ないんで、いや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 。かって結構緊張する感じ。もうだからもう本当に最終章で、あ、こうやって閉まるんだっていう、それでもう、越智先生が最初に物語を、まあ最後はみんな仲良くするっていうので終わらせようとして、そこはなんか逆算というか、みんなが仲良くなるために必要なことは何なのかとか、で、カレーを、まあ、食事とかで、なんか、仲を深めるとか、そういう題材を組み込んでいくところ、もうすごいなってもうただただ思ってました。はい、もうそんな感じでございます、本当に。いや、そうですよね。本当に好きです。ありがとうございます。はい、ありがとう存じます。そう、今チャットにも書いてあるんですけど、やっぱそれぞれの章があったからこそ、登場人物一人一人の理解が深まりましたって書いてあって、本当にやっぱその通りだなと思って、小説によっては一人の視点からいろんな方たちの、描写をこうか見るっていう小説もあるじゃないですか。そんな中、各一人一人のその章として展開されているので、やっぱりその登場人物たちがわからないところ、やっぱ自分個人の物語が一個一個構成されてる分、なんか一人一人の悩みとかがすごいなんか、私もこういうふうに思うっていうのがいっぱいあって、そこが受け入れられやすいっていうか、共感することがいっぱいあったなって思うんです。今回のなんだろうな、コンプレックスとかまあ、ジェンダーの話とかもあったんですけど、実際に越智先生の周りとかでそういう風な方とかもいらっしゃるんですか？モデルになった方とかいますか？あ、モデルになった方モデルになった人はいないですけれども、一、人だけミキコのなんだっけ、一緒に住むだっけ、老人ホームに入ろうだっけ、一緒に親友、はい、あれはなんか大学からの友達に本を送ると以前のこれまでの本を送ると SNS でこの友達が紹介してくれこの本を書きましたと。それでその友達とは18歳からの知り合いで、将来老人ホームに仲良く一緒に入る
約束をした親友だっていつも紹介されるんだけど、その覚えはないんですけども、でもなんか、すごいいつもそれを言うんですよ。まあ、ここだけの話、みゆきっていう人なんですけど、まあ、それは置いといて。それが、ちょっと、それだけはちょっとモデルにしましたね。その度に私は戸惑うので。はい。そうなんですでね。も、その子とその私の友達は、まあ、全く別人、肩幅が大きいぐらいですね。同じのはね。ぐらいで。大きい。はい、それだけです。あとはモデルはいないかなって感じです。はい。実際に登場人物の方の年齢とかも結構バラバラじゃないですか。その年齢がバラバラの中のそれぞれの悩みが、やっぱりその年齢を重ねて特有の悩みだったなっていうふうに思うんですけど、なんかそういうのってどうやって越智先生自体が、その年上の方の悩みとかってどうやって調べていくんですか？そうそう。で、想像なんですか？すみません。そうそう。想像で考えられるってすごい。まあ、越し方というか、今までのはなんとなくわかるし、自分より年上の人は、まあ、自分があと10年、20年生きてきたら、こういうことを考えるだろうな。まあ、自分というか、これぐらいの世代だとこういうことが問題になってくるなっていうような、そんな感じですね。へえ。それぞれの世代の悩みを私個人的には今までその年上の方の悩みってなんだろうなとかって考えたことがないのでなので、それに今チャットにも書いてくださってるんですけど、それにしてはリアルだったって、本当にその共感、なんか本当リアルだったんですよね。そうですね。想像です。はい。普段なんかそういうのの、さっき韓国ドラマを好きっておっしゃったじゃないですか。で、それ以外になんか物語読むとか、映画をよく見るとか、そういうのはあるんですか？昭和の1930年代、じゃないや、ごめんなさい。昭和30年代の、西暦で言うと1950年後半から65年ぐらいの昭和の映画が好きですね。へえ、そうなんですね。あと昭和のドラマも好きですね。で、私あんまりその情景描写とか、があんまり昔得意じゃなかったんで、昭和の俳優さんとかってやっぱり演技が上手なんで、映像を見ながら、例えばちょっと恥ずかしいことをしたらこうやるとか、なんかそういうのを見ながら、なんかちょっと勉強したみたいなのがありますね。そうなんですね。なんかおでこペシですね。なんかこういうのはよくこれは書いてないけど、そういうのはよくやります。はい。参考にしてます。先生、可愛いってコメントが来てます。いやいやいやとか、そういうこと。でも確かになんかそういう風な視点でドラマ見るとまた違った面白さがありますね。ねえ、そういうお勉強がしたい人は、田宮二郎の白い巨塔とかご覧になるとすごい参考になると思います。へえ。受けてる人。はい。ぜひ見たことあるって方はですね、チャットで教えてください。はい。あと、そうですね、佇まいとかもなんかやっぱり昭和のドラマは学ぶものが多いかなと思います。佇まいですか？佇まい。まあこういうのとか、そればっかり。こういうのとか。白い見てる方いっぱいいらっしゃいますね。
そうそうへそう。ーなるほど。そういうところからなんかその、なんだろう、この動作とか、そういうのがこう、どんどん先生の中で、なんだろうな、データが作っていくような感じなんですかね。ドラマとか映画とか見て。そうです。なんかその、やっぱり大学時代の友達とかは、こう、昭和と平成よりは昭和寄りなんで、なんかその昔の友達とかと会っていると、例えばそのカラーリングしたっていうのを毛染めとか言うんですよ。なんかそういうこと、なんかその世代の言葉みたいな毛染めとか、まああまり、そうですね。あんまりよろしくないんだけど、なんかこれなのよとか、なんかそういう、そういう、なんかこう、なんかそういうのは割となんか知らないうちにストックしてるかなとは思いますね。ちなみに先生はなんかストック帳とかネタ帳みたいなのあるんですか？ないです。じゃあない。本当にもう脳内ですね、大体。脳内で常にこう、うわー、すごいですね。あんまり全部割と文字で何でも考えるので、頭の中に多分あ、文字はい。映像のストックの容量が人より多いと思うんですね。空いてると思うんですね。そこにどんどん蓄積していく感じかな。へえ。その映像のストックがあって、プラス普段書くのは何か紙とかで書く派なんですか？基本パソコンですけど、はい。だいたいぼーっとしながら思いついたら、今まで書いたものをプリントアウトしたのを割と持ち歩いてるんで、そこに書き込んでいく感じです。ああ。そうですね。見えない。見えない。あ、すごい。うわー、めちゃめちゃ見たい。あー、でも見える。ヒロ君今一瞬よだれ出たでしょ。もう、口が開きましたね。うわー、すごい。へえ。そういうのはなんか普段降ってきた、なんだろうな、アイディアとか、えっと、ノートに書いてあるのはアイディアとか、なんか言葉とかですか？どんなことストックされてるんですか？そうですね。言葉かな。言葉です。うわー、そうなんですね。もう、私ももう言葉ノートつけてるくらい言葉大好きなんで、今、手帳とかノートとか書いてる方、もう、ああ、そうそう、今チャットにももう、見たいってめっちゃ書いてある。そうですね。見ない。見えない。あれ見えない。見えます、見えます。見えない。いや、すごい。え、これは何ですか？メモです。メモを封筒。へえ、かわいい。これはニンニクオイル、鮎魚醤を茹でる。っていうメモなんですか？次のレシピを書いてます。あ、皆さん、見るところちょっと、結構マニアックで、今、スタバノート色違い持ってますって。スタバノート可愛いですよね。可愛いですよね。はい。これいやよくわかんないです。ちなみに、先生自体、もともとその物書きとか、その物語を作るっていうのがお好きだったんですか？いえ、全然。あ、なんですね。全然ないです。40、38歳ぐらいまでなかったです。
そうなんですか。はい。えーそこからなんか物語書くといいなって思って小説家の方になられたんですか？いえ、あの、すごい。もともと受け身な人間で、あんまりそういう願望はないんですけれども、はい。たまにインタビューで答えてるんですけど、取材をライターをやっていて、取材をした、白石和文さんっていう方に、小説書けばって言われて書いてみました。その時ライターさんだったってことじゃないですか。はい。で、小説家になればって言われたってことは何かそのストーリーの作り方とかがあれだったんですかね。じゃあそこから素直に、割と素直なんで小説書いて、はい。あって言われたんで書いてみただけです。すごいですね。いえいえいえ。はい。へえ。でもやっぱりそれで本屋さんに並ぶまでの小説になるってことは、やっぱりその方が何かしら見出したっていうか、越智さんの才能とかを見出したってことですよね。なんかあんまり軽々には言えないのかなと思うんですけども、はい。本当にそんなに軽々しくは言えないのかなと思うんですけれども、誰しも書けるというか、はい。なんかきっかけとどうしようもない状況があったら、はい。小説ってもしかしたら書けるのかなとはちょっと思います。へえ。ちなみに、に先ほどその38歳でってことだったんですけど、はい。もし大丈夫だったら38歳で何かあったのかなっていうのを聞きたいんですけど。いや、多分取材したのが38歳ぐらいの時で、その時に言われたから書いたって、それだけのことです。そはい。うなんですね。いや、すごいですね。もう、チャットもなんか、すごいっていうメッセージいっぱい書いてあるんですけど。だから、すごく本当にやる気がない小説家だと思います。けれども、あの、この隠れてる編集者と会ってから小説書くのは楽しくなってきました。そうなんですね。はい。本当にやる気がない小説家でした。ごめんなさい。でもなんかそういうところを隠せず言えるっていうのはなんか先生の素敵なところなのかなって思うのと、なんかそのフラットさが物語に出てるのかなって今すごい感じて。ただいい加減なだけです。すいません。実際、ヒロ君は小説読んでどうでしたか？何か質問。そうですね。自分が神奈川住んでるんで、よく鎌倉行くんですけれど、舞台とかって、お店とか途中で出てくるじゃないですか。はい。なんか、実在するのかなとか思ったりして、例え例えば、シェアハウスのお店っていうか、カレー屋さん、それは、似たようなモデルにしたお家はありますけれども、そこはお店はやってないのでないです。そうなんですね。です。うんなんかもう、でも似たようなお家はあります。うーん。いや、うん。鎌倉の雰囲気すごいいいですよね。なんか、モダンな感ね、じ。こあの、なんでもう、読んでから多分僕だけじゃないと思うんですけど、鎌倉行きたくなったなって、より、鎌倉行きたくなりますって、そうなんですね。なんでね、そっか、実在はしない。であとなんか、感想を言ってもいいですか？ちょっとどうぞ。もう自分すごい好きな言葉があって、はい、はい、なんか、もう本当終盤ら辺なんですけど、はい、みんなそれぞれ他人に触ってほしくない部分があると思うっていう、はい、なんかそこのなんか、テーマが少し LGBTQ とかに触れてはい、るじゃないですか。はい。
なんかその多様性を受け入れる上です大切な、なんていうんですかね、もうこの言葉、もう好きなんですよ。それだけありなんです。がとうございます。なんでもう言葉の力ってすごいなとか思いながらも、鑑賞に浸りながら、昨日読み終えたので、本当に好きでしたっていう。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、あの、うん、その LGBT 的なことを多分サクララファミリアの人もでも書いたんですけれども、なんかじゃあ書けるかしらって思うんですけれども、その人のその苦しみはもちろん、正確には理解できないのかもしれないんですけど、ただ、まあ、私が書いているのはいつもその LGBT の人が気持ちが女の人っていうのがあるので、それは大方なく女の人なので、なのにそうじゃないから苦しいみたいなっていうところだと思うので、だから苦しみよりも、でも全くの女の人なんだなと思うと、書けるなと思って書いてます。女の人で。っていう、そういう感じですね。です。登場人物皆さん女性ですしね。だから、ごめんなさい。女性であるんだったらもう女性なんだなっていう、だからもう女性でしかないよねっていう、そういう感じうんの収め方で書いてます。いやもやっぱり相対的に多分自分はあんまり家族、血のつながりのある家族とか肩書きとかがあんまりいらないなって生きていく上で思っている人間なので、そういう感じのことを書きがちなのかなとはちょっと思いますね。なんか今ってこの SNS がこう発達してる分、なんかどうしてもこう人と比べやすいというか、肩書きだったりとか、なんかちょっとでも人とこう比べやすい時代だと思うんですよ。そんな中、越智さんがあんまり人と比べないとか、肩書きとかに興味ないとかっていう軸がこう確立されるまでに至ったなんだろう、エピソードとか、こう思ってることとかありますか？なんでかわかんないですけど、ずっとそうですね、昔から。そうなんですね。ですね。なんだか理由はわからないけど。あんまりこう人のこと見て、なんか、うわ、すっごい羨ましいなとか、なんか私もこんな肩書きとか、なんか、そういうのはあんまり思わないですか？ないっすね。ないです。そうなんですね。全くないです。へえ。やっぱ今ってなんだろうな、SNS がすごい多いからこそ、そこに対してこう気持ちがめいってしまったりとか、なんか、私には何もないなって思っちゃったりとか、そういうふうなことを思う方が結構多いんじゃないかと思うんですよ。なんか私の、いつもこう本が好きで見てくださってる方も同じように思ってる方が多くて、そんな方に先生だったらどんな言葉をかけたいですか？そういう方々に。はい。別に、なんだろう。うん、気になっちゃうなら気になっちゃうのも個性なのかなという気はするかなっていう気があるので、なんかうまく言えないけど、いや、気にすることないよっていうのも、またちょっと違うのかなとは思うけれども、難しいですけれども、どうなのかな。なんか、だから割と鎌倉駅で言えば、まあ、何もないものを全部、持ってるものを捨ててみんな鎌倉に来てる
っていうところですね。そしてなんか初めての人で何も自分が話したいことだけ話すっていう関係性ですよね。はいそれでなんかこうゆったりしてほっこりはしないどうかわかんないけど居心地がいいなっていう生活暮らしをしているわけだからうーん自分はちょっと違うんですけど、また前の本で恐縮なんですけど、別の本で型をつけるでそういう言葉があったかなと思ったんだけど、自分は自分のままでいいんだっていうそういうことなのかなと思うので、そこが一番こう幸せな地平というか、あんまり心がこうざわつかない地平だから、ありのままでいいんだなって思えばいいんじゃないかなっていうぐらいですかね。うわー、かっこいいですね。いやいや、だから人と比べてどうこうするのは良くないよとは言えないのかなと思って、比べた上で比べることがそんなに自分にとって有益じゃないっていうふうに思えたら幸せなんじゃないかなと思うので、プロセスは大事なのかなと思います。大事わー、すごい。でのかっこいい。まあね。もう一気に好きになりましたってチャットにも書いてくださって。嫌いだったんですか今まで。素敵ですね、本当に。ひろくん、もう一個質問あったっけ？もうさっき言っちゃったんです。鎌倉の舞台実在するのかとか、LBC についても言っちゃったんですけど、そうですね、もうとりあえず自分も来年シェアハウスするので、ちょっとカレー作ります。っていうことを。素敵です。なんだったらコーヒー入れに行きます。ありがとうございます。料理作れないけど、コーヒー入れるのは割と上手です。コーヒー大好きなので、すごい嬉しいです。よかったね。よかったね、ひろくん。嬉しいです。ちなみになんかそんななんかほっこり、今回この本はすごいなんか、ほっこりっていう感じではないんですけど、なんか読んだ後に楽になるっていうか、肩の荷が下りるっていうか、そんな感じがしたんですよ。で、先生自体が普段なんかどうやってこうリラックスしてるかとか、なんか日々こう生活する上で気をつけてることとかありますか？常にリラックスしてます。どうやってリラックスしてるんですか？ぼーっとしてる。ぼーっとしてる。はい。ぼーっとする。ぼーっとする。ぼーっとするとか。そうだね。ぼーっと花を見るとか。ぼーっとする。ぼーっとしてるときってどんなこと考えるんですか？いや、だからぼーっとしてるんで、考えない。何にも考えないってことなんですね。そうですね、ぼーっとしてるですね。すごい。私、大変視力が悪く悪いんですけど、コンタクトをつけてないんですね。はい。変わってだからあんまり物が見えてないんですね。そうなんですか？で、いつも車がかかったような状態なんですね。はい。で、ぼーっとですね。いや、ぼーっとするの気持ちいいですへね。なかなか普段ぼーっとするってない。なんかアイディアが。いや、わかります。そうですよね、ぼーっとするときに。なんかちょっとひらめきが降りてくるみたいな。のは大体ぼーっとするときかもしれないです。
だからぼーっとしようとしてぼーっとするんじゃなくて、常にぼーっとしてる人間なのかもしれないですけど。はい。いいっす。ああ、なるほど。でも先生の、生活がすごい素敵だなと思って。いや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 。はい。小説の方にちょっとお話戻したいんですけど、今回のこの本書くときとか、他の本もそうなんですけど、読者さんにこういうメッセージを伝えたいなとか、届けたいなとかって思って小説書いたりしますか？しません。あしません。そうなんですね。っていうか、多分基本的に、どう取っていただいても、もう書いたものは自由なので、お好きなようにどうぞって感じで、こちらから押し付けるものではないかなと思います。へえ。じゃあ、この本読んで、こういうこと考えて、こう思ってほしいなとかっていうのはあんまり考えずに作ってるような感じですか？そうですね。なんか最終的に読んで良かったなって思ってもらいたいなぐらいはもちろん思いますけれども、うん。あの、そうですね、そんな感じですね。あんまりへないです。え。へえ。確かになんか今回の本とかも登場人物が、多いので、いろんな解釈できますもんね。ですね。なんか、あだから割と登場人物は多めの方がいいのかなと思います。共感誰か共感してくれたらいいかなとは思いますけれども、ああ。なんか、最初に言ったみたいに物語が勝手に動いていくので、あんまりこうして思ってほしいとかいう余裕もないのかもしれないし、こういう、はい。でもやっぱり本当に自分が書くもので、その人の気持ちはそんなにコントロールできないなと思うので、もうどう取っていただいても大丈夫です。へえ。なんか今チャットにも書いてくださってるんですけど、この力の抜けてる感じとか、はい。ナチュラルな感じが作はい。品の雰囲気にも出てるんですねって書いてあって。そうっすか。ちなみに先生、切羽詰まったらどんな感じになるんですか？あんまり今集中はしますかな。はい。切羽詰まらない。切羽担当編集者が怒ってたらちょっと切羽詰まります。けど基本的には切羽詰まらないで、眠たかったら寝ます。ごめんなへさい。え。いい欲のままにって感じがして。そうですね。はい、欲のままに生きてます。へえ。そうそう、切羽詰まらない。つまらないで眠たかったら寝る。いや、そうですよね。はい。チャットにも結構質問が来ているので、ちょっと拾っていきたいんですけど、お気に入りの登場人物はいらっしゃいますか？先生の中で。なんかミキコが人気がないのでちょっとかわいそうかなと思うけど、お気に入りは特にはいないですね。うん。でも、あミキコ私好きですよ。なんかでも人気がないんです、意外と。あ、そうなんかわいそう。ですね。でもなんえか、そうかなとは思うんですけれどもね。はい。うでも平ーん。たく見たかな。はい。へえ。ミキコ嫌いじゃないけど、なりそうですよね。あの、この登場人物好きでしたって方、いらっしゃったら、ぜひコメントくださいませませ。ミああ、キコが一番欲望に忠実に。そうかもしれないです。うん。あとミキコが一番相対的に過去なんですけれども、不器用なんですよね。それがちょっうとなんん。か、その不器用さがなんか大雑把とか、なんか
押し付けがましいとかいうふうに捉えられちゃうのがちょっとかわいそうかなっていうのはちょっとだけあるかな。けどまあそう見えるなら確かにっていう感じもします。みきこさん結構ここでみんな好きっておっしゃってますね。あ、みきこさんを羨ましいと思う部分がありますっていうコメントいただいてますね。はい。でもミキコなるなかなか大変です。そうそう、みきこが背中を押さなかったら始まらなかった生活、そうですよね。そうなんですよ。だから多分彼もそういうことが分かってるのでですよね。うん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 。ちなみに先生、鎌倉よく行かれるんですか？それとも鎌倉に一回住んでたとか？いや、大体週1回行きます。そうなんですか？へ週え、 1ぐらいでは行きます。はい。そうなんですね。そうです。どういうところに？ごめんなさい。私はあんまりだから情景描写がそんなに上手じゃないんで、見たものを描けないっていうバカっていうから行って見て描きますねっていう感じです。週1回鎌倉行かれて、情景だったりとか、そういうのを見に行かれてるんですか？見に行かれるって言ってるんだけど、またぼーっとしてるだけですね。じゃあ、なんか毛穴から入れるみたいな。エキスを入れるみたいな。すごい。ひろくん自体は鎌倉行ったらどういうふうに？いやー、自分はもう食べます。とりあえず。もう食べる？食べます。いろんなものを。美味しいですよね。美味しいです。小町通り好きなんですよ。だからもいろいろ。う、鎌倉歩いて、コーヒーであ、に行った時教えてください。はい。だから自分、コーヒーハマりかけなんで、ちょっとご指導の方をよろしくお願いします。ちなみに先生、鎌倉行かれる時もコンタクトもメガネもしないんですかって来てるんですけど。しないです。ないんですね。美術館に行く時だけします。美術館と字幕の映画以外はしません。あ、そうなんですね。はい、先生と鎌倉ご一緒したいっていう感じめっちゃ書いてあります。ぜひぜひ。そう、先生、ここまでチャーミングだったとはって書いてあるんですけど、そう、先生、チャーミングなんですよ。いや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 。ありがとうございます。そしたら、いいです。なんか告白、チャットでもう告白が始まってるので。先生、チャットご覧になります？目が悪いんで。目が悪いからね。でもなんとなく見えます。なんとなく見えます。よかったです。今回、今チャットにも書いてあるんですけど、今回カレーだったじゃないですか、テーマが。で、今次の新刊書かれているってことなんですけど、はい、どうぞ。今回あれですかね、本邦初公開みたいな感じですかね、新刊情報は。いやいや、じゃなくて、はいはい、どうぞ。大丈夫ですか？今、編集者に了解を何でも話します。ありがとうございます。もしダメだったら後でカットしとくので。次の続編はどんな感じのテーマで考えてらっしゃるんですか？円環です。円環？円環？ぐるぐる、輪廻とはなんですけど、ぐるぐる回る感じ。わかんない。
好きだ。あ、円環。円環ってこの感じですね、円環。円に玉辺のに環境の環みたいな字ですね。ああ、そういう同じようなシェアハウスなんですか？こちらのお話です。同じハウス円環で、バージョン。というか全体的なテーマがこう巡っていく感じ、ぐる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 。巡っていく感じなんですね。はい。へそうです。それえ。まあ人生であったり、いろんな意味での巡る感じです。うわー、楽しみすぎる。楽しみです。いや、そうですよね。次のテーマもカレーですか？パスタです。ああ、次はパスタ。同じく声出ちゃってるじゃん。パスタです。パスタなんですね。楽しみ。そうですね。パスタ作りをそろそろ読んでもいいです。ちなみにあれなんですよね。カレー自体もレシピの考案者さんがいらっしゃる。考案者というか、カレーに関してはこちらで考えたのを見ていただいてるんですけど、パスタはもうほとんど考案者がいます。そう、実は今回ですね、考案者のシェフが登場してくださるってことなんですよ。なのでちょっとどうやってレシピ考えてるのかっていうのをシシェフが。ェフ。こんばんは。ちょっと入ってないので、そこですかね。シェフです。よろしくお願いします。サトルシェフです。あ、どうも。なんか似てますよね。大きく言うと似てますよね、ヒロさんに。髪型が。ちょっと髪型が似てますね。そうですね。インスタのパスタの方ですかって来てるんですけど。そうです。そうです、そうです。じゃあ、そっか、フォロワーさんも多いから知ってくれてる方も多いんですね。そうなの？いやいや、そうだ、あなたのフォロワーですね、先生のフォロワー。はい。そのサトルシェフに今日はちょっと次のパスタだったりとか、普段どうやってレシピ考案してるのかお伺いしたいんですけど。シェフではなくて、趣味で料理を作ってまして、なので、はい、何を答えればいいんだっけ？何を答えればいいの？質問なんでしたっけ？質問次のパスタが題材じゃないですか。はい。で、そのパスタを今回いろんなレシピやっていくと思うんですけど、全部オリジナルなんですか？いや、基本的には、なんかもう決まったレシピって結構、特にパスタって、もうすでに決まったレシピがほとんどなので、例えば、有名なもので言うと、例えばカルボナーラですとか、はい。アーリオ、オーリオやペペロンチーノとかですね、もう基本、もう決まったものが結構あるので、その定番のものに、多分、なんていうんですか、小説の中で、越智先生が、なんていうんですかね、独自にアレンジというか、ストーリーの中で、それぞれの人物とか話が生きるような形で、多分その美味しそうなパスタを書いてくれると思います。なので、ちょっとアドバイスというか、その手伝いを少し私がするという感じですね。手
定番に何かを足してオリジナルになるってことなんですね。そうですね。まあ、例えばカルボナーラだと、まあ、なんていうか、まあ、本来的にそのローマ式のカルボナーラの場合は、まあ、多分ご存知の方も多いと思いますけど、まあ、生クリームを使わないですよね。そうですね。ローマはい。式のカルボナーラ、生クリーム使わないですよね。そうです。でも日本だとまあ結構使うじゃないですか。で、まあ、日本だと結構ベーコンを使いますけど、まあ、向こうだと、まあ、本来的にはグアンチャーレを使いますよね。グアンチャーレって豚のほほ肉の、まあ、塩漬けなんですけど、で、まはい。あ、はい、でもイタリアでも、まあ、その豚バラ肉の塩漬けのパンチェッタを使う人もいるらしいんですよね、普通に。うん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 。まあ、レストランによっては生クリームを入れたりするらしいので、そのなんか微妙な差みたいな、定番のパスタの場合、その微妙な差みたいなのが、まあ、小説の中で、まあ、ふさわしい形で登場するじゃないかと思います。で、まあ、それにプラス、うーですね、まあ、半分ぐらいかな。半分か3分の1ぐらいは多分オリジナルというか、そのストーリーの中で、生まれるオリジナルのパスタが登場する予定です。予定ですっていうか、もう私筆者じゃないので、出ます。はい。パスタを作る人は、ちょっと外国帰りなので、ちょっと本格的なパスタを作ってくれるっていう話です。設定です。じゃあ、そうなんですね。じゃあ、今度もその新刊が出たときは、サトルシェフが作ってくれたパスタも先生のインスタのストーリーに上がるかなみたいなのは期待しても大丈夫ですか？すでにちょっと上がっているようなものも、サトル君のシェフのはい。インスタに上がってるのも使うかなというのはちょっとあるので、皆さん見てください。おー、そうなんですね。いや、もうめちゃめちゃ楽しみなんで、もしまだ先生のインスタフォローしてない方はですね、この後先生のインスタ探してもらってフォローしてもらえればなと思います。うん。ちなみにメインタイトルはこのままなんですか？もうこれ聞いちゃって大丈夫ですか？聞いちゃって大丈夫です。鎌倉駅徒歩8分、また明日。かわいい。かわいいです。かわいいです。はいいや、もう、ちなみにいつ頃になります？まだ物語は私の中にあります。じゃあ皆さん、ね、ぜひ、新刊の情報は、インスタとかでも出していただけますよね。そこそこちょこちょこ出していきます。じゃあ、それをちょっとぜひ楽しみに、私たちは、はい。インスタをチェックしていこうかなと。ありがとうございます。新薬ありがとう。インスタの今アカウント、越智先生のインスタのアカウント今載せていただいたので、よかったら写真撮るか今検索してフォローしといてくださいませ。はい。ということでですね、映像化ね、そうなんですよ。私も映像化したいなと思ってて、今日ですね、この後ちょっと皆さんから質疑応答だったりとか、実際に私がこのこと気になってたので質問したいよって方を募集したいなと思ってるんですけど、今日のイベントをぜひですね、インスタで載せてもらって、ハッシュタグで勝手に映像化運動とか、なんかそういうのを入れてもらえたらいいなと思ってます。で、今って SNS の力ってすごい大きいので、なんか勝手にドラマ化運動とか、勝手に映像化希望とか、そういうハッシュタグつけて、先生のメンションだったりとかつけてもらうと、その SNS でこうやって盛り上がってるんだっていうのを、テレビ局の関係者さんとかが結構見てるらしいんですよ。なので、できればですね、皆さん、勝手に映像化とか、今、深夜くんが載せてくれたんですけど、このハッシュタグ、ぜひですね、つけて、ストーリーとか、載せてもらえたらなと思います。
先生、インスタでメンションするといつも見てくださるので嬉しい。いや、そうなんですよ。先生、ちゃんと、メンションするとコメントくださるので、ぜひつけてもらえたらなと思います。ではですね、ここから直接先生に質問したいなとか、こういう感想を伝えたいとか、そういう方がいたらですね、ぜひ、手を挙げるか、リアクションマークつけてもらえたらなと思うんですけど、実際ですね、ここで、なんか手を挙げるの恥ずかしいなとか思うとは思うんです。ただなんか、実際にですね、先生に直接質問するっていう機会ってなかなかないと思うんで、ぜひ手を挙げていただいたら嬉しいなと思うんですが、どなたかいらっしゃいますか？手を挙げてる方いるかな？じゃあ先に質問もらってたしんやくん、質問してもらおうかな。あ、深夜と申します。あ、こんにちは。一応主催なんですけど、ちょっと質問させはい、ていただきたくて、ありがとうございます。今日の話聞いてる中ですごい、先生って、想像力がすごい豊かやなっていうふうに感じまして、なんかそういう物語っていうこの長編の物語を考えるときとかって、まあ、想像するって言っても、なんか、どうすればそんなに長い物語を想像できるんやろうっていうふうに思ったんですけど、なんか、そういう時に想像する時にこういうことを意識してるとか、こういうふうにしてると、どん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 物語がつながっていくとか、そういうのとかってあったりしますか？想像は、考える方の想像あ、そのっちで、です。イマジネーションの方ですはい。よね。はい。あの、どちらかというと、短編の方が好きなので、もう短編の積み重ねっていう風に考えています。ので、短編をさらに短編にして、小さい枠の中で起承転結をどんどんで、その起承転結をつなげて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 っていう、そういう感じの作り方かと思います。そうなんですね。なんか、僕も読んでる時になんか、すごくうん。テンポよく話が進むなあっていうのは、あ、すごく感じてて、そういう部分があるからだったんですね。ありがとうございます。そうですね。あんまりすごい。長編は書けない、書けない。そう、はい。僕自身もビジネス書とか自己啓発うん。本を普段は読むんで、小うん。説ってあんまり読んできてなかったので、そこがすごく読みやすいし、内容スッと入ってきますし、その話の中でも出てきた、その多様性を認めるっていうか、個人は個人のままでいいんだっていう部分がすごく受け取りやすかったなっていうか、入ってきたなっていうふうに感じて、すごい面白く読ませていただきました。ありありがとうございます。がとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや、なんかあっという間にもうあと10分で終わりになってしまうんですけど、皆さんいかがだったでしょうか？もうあっという間の時間だったんですけど、もしよかったらですね、今、ここの、コメント、チャット欄にですね、今日の感想だったりとか、書籍読んだ感想とか、そういうの書いていただけたら嬉しいなと思うので、ぜひですね、今のうちにコメント書いてください。はい。で先生、今回1時間半くらいお話を伺ったんですけど、いかがでしたでしょうか？あ、楽しかったです。もう言わせたみたいな感じなんですけど。楽しかったです。いや、ありがとうございます。もうありがとうございます。皆さん、チャットありがとうございます。さっき、しんやくんも言ったんですけど、なんか本当に先生の物語って、本当になんかスッて入ってくるんですよね。で、難しい言葉とか、そういうその難しい情景とかじゃなく、誰でもこう、受け入れられやすいような言葉だったり、わかりやすいその、解説というか、そういう言葉で全部まとめてくださるって、本当にそれでなんか、楽になったなってすごい思ったんですよね。なので、ぜひ、なんか続編も早く読めたら嬉しいなと思ってるので、よろしくお願いします。頑張ります。はい。ということですね、今日は1時間半、皆さんお時間いただいてありがとうございました。ありがとうぜひですね、ございます。また来月も楽しみにしていただければなと思います。では、皆さん素敵な夜をお過ごしくださいませ。ありがとうございます。